こんにちは。ながらフライクの時間がやってまいりました。ながらフライクとは滑舌よく言うと、あんなことやこんなことを忖度なしにお伝えするラジオ感覚の番組となっております。今日のテーマはこちら。フライクってどうやってリード獲得しているの？セールスフォースパートナーとの違い。ながらフライクっていうことなんで一旦乾杯しましょう。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。まあながらフライクなんでね、料理しながらお酒を飲みながら。今日のテーマはフライクってどうリード獲得しているのセールスフォースパートナーとの違いなんですけど、まあフライク社はね、セールスフォースのパートナーねやってるんですよ、はい、実は、でもやってないんですよ。言いたいことは分かりますよ。でもね、分かんないと思うんですよね。なので今日はしっかりとお伝えをしていこうと思ってます。今日は画面を使いながらお話ししますので、まず画面を皆さんご覧ください。フライクのポリシー、大切にしている2つの考えということで、セールスフォースに依存しすぎない。セールスフォースで何でもできるがゆえに何でもしちゃいがちなんだけど、やらないって決めること、選択をしないですね。で、2つ目、真のパートナーだからこそセールスフォースを押し売りしないっていう、このフライクのポリシー2つあるんですね。具体的に言うと、僕たちセールスフォースで作りすぎないっていうのは、まさにこのシステム連携組み立て図の中に現れていると思ってて、例えばなんですけど、ボックスですね、ファイル管理をセールスフォースでやろうと思ったらできるじゃないですか。それはしないとか、以前で言うとチャターっていうツールが前あったじゃないですか、セールスフォースの中に機能かな。それでも、チャターエクスターナルとか、チャターフリーとか使って外部とのやり取りをしましょうみたいなのあったけど、それはあえてしないで、スラックとかチャットワークとか、いろんな、他のコミュニケーションツールをちゃんと使うとか、左下のバックログとかだったら、トゥードゥをセールスフォースの中で使わずに、あえて外部連携をしましょうみたいな感じで、先ほどお伝えしたように、セールスフォースに依存しすぎないっていうことをしっかりやれてると思うんですよね。じゃあ、ここでよくあるパートナーの像をお話をしていくと、省流からお話をしていきたいなと思ってます。よくあるのが、セールスフォースさんから紹介を受けて、それで受注してシステム開発していくっていう風な流れだと思うんですけど、リード発掘をセールスフォースさんがして、お客さんに提案をし、AE さんって言われるアカウントエグゼクティブの営業が電話をしたりとか、ウェブセミナーとか、もしかするとしつこい電話もするかもしんないけど、リード発掘を何かしらでして、初期のアプローチをセールスフォースさんが主体でヒアリングをしていって、お客さんが乗ってきたタイミングでパートナー企業に紹介をして、一緒になって提案をする。クロージングをしますと。じゃあ契約締結は2つの契約が走って、セールスフォースのライセンス契約はセールスフォースさんとする。一方で初期構築と保守はパートナー企業とする。その結果、システム開発、もうキックオフ時点では、ほぼほぼセールスフォースの AE さんと SE さんはおらず、お客さんとパートナー企業でやり取りをして、テストも導入運用も保守もやっていくと。で、セールスフォースさんが出てくるタイミングは、アップセル、クロスセルって言われる、セールスフォースのライセンスを追加で契約するタイミングしか出てこないのが、よくある流れだと思うんですよね。なので、全体の特徴としては、セールスフォースジャパン社は、受注までのライセンス販売が主な業務で、パートナー企業は導入後の設定や構築、保守運用といった使いこなしは全て対応するようなのが、よくあるパートナー企業のやり方だと思うんですよね。なので、もちろん僕たちももともとセールスフォースのパートナーにいたから、このやり方はすごくメリットもあるところもあると思うんですが、あえて僕たちはそのやり方を取っていないんですね。そのやり方をサクッとお伝えをしようと思います。具体的なフライクのセールスフォースのプロジェクトっていうのはもう180度全然違うと思うんですね。まず僕たちは、この YouTube からリード、見込み客ですねを獲得していきます。それが9割型ですね。セールスフォースさんからの紹介っていうのは全く受けておらず、お客様からのご紹介が1割ぐらいですね。で、僕たち自身で60分の無償相談会と120分のプレコンサルティングをして、で、その後に要件整理を実施する業務設計プロジェクトを提案をし、
その後初めて有償で業務設計プロジェクトが始まります。そこではまず Salesforce のライセンスは契約をしておらず、業務設計、システム設計っていう2つのプロジェクトが完了して初めてシステム構築の提案をしますと。Salesforce さんからすると見込み顧客、僕らからすると既存顧客ですね、をご紹介させていただいて、ライセンスの契約をしますが、システム開発、テスト、運用までは僕たちで責任持ってやり、伴走支援をしていくっていう風な流れなので、あえてお伝えすると、僕たちはお客さんにセールソースを売りたいんじゃなくて、事業成長を支えるシステムを導入したい。なおかつパートナーがあり続けたいっていうところがあるので、あえてこういう省流を取っているんですね。ここまで僕が一方的に話をしてきましたが、多分見てる人たちって知らないことばっかりだと思うんですけど、なんかもっと分かりやすくとか補足するっていう観点で、なんかよくあるパートナーの省流とフライトの省流で比べた時のなんかメリットデメリットだったりとか感想とかだったらぜひお聞かせいただきたいです。私がそれこそ前職がそのライセンスも売るみたいなところにいたので分かるところがあるんですけど、まずフライトに入って思うのが物売りじゃないので機能説明からしないっていうところがやっぱあるなと思ってて、まずはお客さんの情報をしっかり聞いてからなんでしょうね、お客さんセールスフォース使いたいって言ったとしてもセールスフォース必ず提案するわけじゃないよっていう前提で始めるじゃないですか。ここの差が大きくまず違うなと思ってて、やっぱりお客さんがセールスフォース導入したいって言ったら売りたいからセールスフォースいいよみたいな、セールスフォース推しみたいな感じで言っちゃうじゃないですか。その感覚がフライトはない。これを抜くのがもうめっちゃ違かったなっていうのは。なるほどね。一番かかった。かかりましたよ。やっぱセールスフォースありきにどうしてもなっちゃいますし、もう今も特によくあるのが、何か考えるときにどうしても機能ありきで考えちゃう。良くも悪くもセールスフォースの標準だったらどうなのかみたいな考えだったりとか、カスタムオブジェクトで作っちゃう。ああ、そうですね。それももちろんありますし、それこそお客さんのトレーニングこの前やったやつとかも、お客さんの業務に沿ってこういう風に使えるんだぞこのシステムみたいな説明をしなきゃいけないのに、まずこのシステムはこういう機能でございましてから始めようとして、おいおいちょっと待てよと、お客さんまだそんなん分かんないだろうと、まず業務に沿って説明してストーリー立てていかないとお客さん納得してもらえないでしょっていう話をつい昨日しました結構前の雰囲気でしたよねまだ抜けてないみたいですだけどシステム屋さんというか構築する人はどうしてもそうかもね。作ったのは機能だからね、業務を作ったわけじゃないけど、主人公をこう変えるっていう観点でいうと、お客さんの脳みそになってあげなきゃいけないから、業務から言わないと伝わらないよね、でももちろんこの僕たちの省流が正しいとは思ってもおらず、結構大変よ。だって YouTube だって5年間やり続けてさ、やっとでさこう人も増えていけるようなタイミングだったけどさ、初めはねテイク飛行もテイク飛行じゃん。月に1件問い合わせが来たらウェーイってなってるけどさ、ほんと最初はね、今はもう月5件か6件ぐらい来て、ほぼいい問い合わせだよね。問い合わせがあった後に面談ができて、もちろんその面談でもう金銭的に合わないとか業務設計をしたくないですってお客様いるものの、やっぱこうセールスフォースは知ってるけどこれじゃまずいってお客さんから問い合わせしてくれるのは、この省流を頑張ってした回はあったなとは思います、この省流ってオーソドックスじゃないからさ、こういうところが違うんだぜっていうのをキー目線で言ってほしいな。知らなくない？この省流。セールスフォースのパートナー企業に行こうと思ってる人はフライクを見た時にえってなると思うよ。なりますね。お客さん目線でいくと、最初に契約するのがセールスフォースライセンスっていうのがパートナーの省流の流れ。まずセールスフォースライセンスを契約して、そこからね、要件定義して作り始めましょうみたいな。フライクの場合はセールスフォースを契約するのはもう業務設計も終わって、システム設計も終わって、作るものがもう完全に 100% フィックスしてやっと作ろう、じゃあ契約しようねっていう、そのお金の発生のタイミング結構ガラッと変わる。確かにめっちゃ危険だよね、パートナーのやり方。そう思う。で、その契約してからさ、8ヶ月間ぐらい使えないじゃん。6ヶ月間ぐらいかな、半年間ぐらい使えるんでイライラしないのかなと思って、いろいろ打ち合わせた結果、セールスフォースじゃなくねってなった時に戻れなすぎ。おしまいでもそれさ、うまいことになってると思うんだけど、全員がセールスクラウドの高いライセンスになってるじゃん。それも僕危険だと思ってて、全員が全員その高価なライセンスじゃない時もあるじゃん。なんかそれってエンジニア目線からするとどうなんです？多分高いライセンスの方が何でもできるからさ、楽じゃん。
まあ楽ですね。めっちゃ楽ですね、考えなくていいですからね。贅沢にね、うん使っていけるみたいな。それはまあ分かるけどね。例えば3000円のプラットフォームのさスターターだったら10オブジェクトしか使えないけど、セールスクラウドの120だっけ使い放題みたいなもんじゃん。だから楽じゃない？パートナーの方が楽じゃないってなると何も考えなくていい。そういう意味で言うとそこはウィンウィンなのかもしれないですね。いやでも燃えるよ。あ、そう、そこなんだよな。パートナーウィンウィンはパートナー企業とセールスフォース社はウィンウィンだよ、お客さんは果たしてウィンか。いやー、ウィンではないかもしれない。ウィンウィン。ルーズルーズ、まあ結果によるかな。ルーズかどうかまだまだ分パートナーからない。企業によると思う。まあギャンブルだね。まあまだギャンブル中だね。それがさ少ないライセンス数でいいなら俺いいと思う。管理者ユーザーとその部門長とか一般社員みたいな感じだったらありだと思うけど、そうじゃないことの方が多いからそれは良くないかなと思います。一個求職者目線の話でいくと、僕結構なんでしょう、フライクのこんなことあったんだぜを結構友達にもするんですけど、友達に1個すげえなって言われたのがあって、これはちょっと求職者目線でもあるかなと思ったんですけど、お客さんと炎上しないっていうのが1個あるじゃないですか。どこの会社も絶対になんか燃えてるんですよ。大きかれ小さかれ、キーのサイズはあれですけど、それがまあない。これはまあセールスフォースありきに始めてないっていうところと、お客さんの業務から聞いてるところ、これがまあでかいかなと思っていて、そこ最初にやらないと、どっかで認識相違が起きて、こうなんでしょうね、セールスフォースありきに始めちゃったのがどっちのせいとかちょっと分かんないですけど、そういったなんかいざこざあるとちょっとお客さんもムってなるところあるじゃないですか。それがうちはやり方的にないなっていうところは、なんでしょう、求職者的には嬉しいポイントなんじゃないかなと思うんですよ。そうだね。それもさいろいろあってさ、アジャイル開発の時もさ僕らは経験したしさ、業務設計とシステム設計を両方一緒に取るみたいなことをさやった結果、炎上まではいかないけどさ、お客さんからは違和感があったりとかさ、僕たちから業務設計の回数を手弁当で増やしますみたいなこともやったから、今が成功してるだけだって、業務設計とシステム設計はもうさ必ず分けて獲得しましょうみたいなのがフライクのルールとして浸透してるからさいいけど、初めはそうじゃなかったよね。炎上仕掛けのもあったから、なんとなくこの2人で沈下できるスタイルを取ったりとか、頑張って沈下してくれてたりとかさ、するから結果論に過ぎないけど、一つはもちろんセールスフォースからいかなかったっていうのはあると思います。セールスフォースありきで言ってないっていうところが全てかなと思って、それこそ昨日のトレーニングの時にさロープレで話したけど、今ある既存の機能を全部同じようなことをやりたがるんですよ。今この使ってるじゃないですか、これはこれになってこうみたいな、もうセールスフォースありき。でも我々は業務を知ってるわけだから、それである必要性はないっていうことは理解をしてて、別に形が全くガラッと変わろうがそれが実現できればいいってことを知ってるので、自分たちで決めてくださいと。これもある、これもある、これもある、これも選択肢あるから、使いやすいのそれぞれ自分たちで使えばいいじゃんっていうトレーニングをすればいいという話をしたら、いやもう頭から昨日離れなくてみたいな業務を知ってる強み、お客さんの業務を知ってて、もちろんあるよ、管理帳票とかその形じゃないとも絶対ダメなものとかもあるけど、それがどっちなのかっていうのは判断がつくから言えるし、でお客さんにもインプリパートナーだったら無理やり作ろうとして、作った結果使えないって言われたのも多い。だけどその背景を知ってるから、これとこれとこれどれでもいいんじゃないみたいな、もうフル活用して使えないみたいな。言い方悪いけどさ、そのお客さんがさこのシステム使えませんって仮に言ってきたとしてもさ、でもこのタイミングで業務をこう聞いてきて、こうって理想でこう言いましたよね、現状変えてもいいって言いましたよね、そのためにシステムの設計でここをやりましたよね、合意しましたよねって言えるこのプロセスっていうのは強みだと思う。強いですね。システム開発からしてると、お客さんが使ってくれないことに対して分かりました作りますって利益減らしまで言うけど、そもそも業務設計で1回縁切れるタイミング、システム設計で縁切れるタイミング、システム開発で終わって、業務設計とシステム設計でお客さんが判断できるタイミングがあったのに、それでも揉めるっていうのはなんかお客さんにも責任があるから、ちゃんとお客さんにも考えないっていうのは強みでもあるし、今後入ってくるメンバーからすると安心だよね。
変えてもいいよねみたいなところとかはその先方の上長の方とかともうグリップはしてるから現場から変わんのかよみたいな感じで思われてもこううちから結構プラスな感じで、今までこれやった時のこうやって変えていこうぜぐらいのプラスな感じで提案できるのかなとは思いますね。そういうとお客さんに恵まれてるのはもちろんあるかもね。それめっちゃ思いますよ。お客さんもさ、数あるいろんな企業に問い合わせすることはできたのに、あえてフライクに問い合わせてくれてさ、初めにセールスフォースから提案しませんって言われ、業務設計、システム設計って5、600万ぐらいお金払い、めっちゃいいシステムが入って、だったら一緒に変えようぜっていう人が多い気がする。なんか僕たちに反対言ってくる現場の人はいるかもしれないけど、相対して一緒にプロジェクト進めてくれてたプロジェクト推進者は絶対僕たちの味方してくれるじゃん。どちらかというと現場に怒るじゃん。お前らさみたいなで某ねどっかの課長さんがさ元取締役に話をしたりさ、メンバーの違う課長にさ文句言ったりしてくれるのはさ、なんか嬉しいなと思うんですよ。そうですね、嬉しいですね。お客さんがなんか積極的なのは嬉しいですね。なんかこうしてくれって言われるのを待ってる感じではない、向こうも向こうでちゃんと考えてくれる相乗効果じゃないですけど、両者でやることがあるなっては思いますね。プロジェクトってそうだよね。発注者とか受注者っていう関係じゃなく、やっぱフェアな関係というか、こうフラットな関係性じゃないといいものに提案できないし、それが今の昇流につながってるのかな。そうですね、結果昇流とかの話しつつ、やっぱりお客さんとの関係性がちゃんとこうできてるよねとか、やり方っていうところがちゃんとできてるよね、だから炎上しないのかなみたいな話だったのかなと思ってますけど、合ってますよね。合ってる合ってるんじゃないですか。合ってますよね。あとはあれですね、お客さんもセールスフォースもうちもウィンウィンウィンの関係が始まるっていうところですよね。まだ分かんない方とか、もうちょっと聞きたいなって思う方もちろんいると思うので、そういう方はぜひコメントいただいたりとか、いろいろフライクに連絡するルートはあると思うので、調べてもらって。パックさ受け付けるのあー、さちょっと嫌ですね。電話も無理。電話も嫌だな。テキストがいいですね。テキストでいただければ、じゃあ面談でもお話でもできるかなっていうふうに思うので、もしこの動画を見て興味を持っていただいた方いれば、ぜひ連絡いただけますと幸いでございます。ということで、じゃあ皆さんバイバーイ。全然減ってないけどバイバーイ。